こんにちは、あつこです。今日は、早々のフリーレンの人気のセリフを使って日本語を勉強していきましょう。簡単なセリフから始めて、少しずつ難しいセリフも説明していきますね。画面下の CC 字幕をオンにして、お好みの言語を選択してください。それでは、これから少しゆっくりめに読んでいきます。再生速度はご自由に調整してくださいね。なお、このビデオでは、この記号を何々と読んでいきます。ここでの何々は特定のものではない抽象的な例を表すものとして使用しています。それでは始めましょう。生臭坊主。まずはフリーレンがハイターを呼ぶときにしばしば使う表現、生臭坊主について学びましょう。単語の意味。生臭いとは、生の魚や肉の匂いがすることを意味します。坊主とは、お寺で修行をする僧侶を指します。お坊さんとも言います。生臭坊主の意味。生臭坊主とは、仏教では僧侶は本来食べることが禁じられている肉や魚の匂いがする。つまり仏教の教えを守らず、それらを食べている行いの悪い僧侶を指す言葉です。ハイターは仏教の僧侶ではありませんが、お酒を飲んだり、嘘をついたりと、聖職者らしくない行動をするため、フリーレンはハイターを生臭坊主と呼んでいます。なお、ハイターという名前は、ドイツ語のハイター、陽気、快活に由来していますが、二日酔いで吐くからハイター、ハイタになったという興味深い噂もあります。では、次に各登場人物のセリフから学んでいきましょう。フリーレン。魔法は探している時が一番楽しいんだよ。文の説明。何々している時。意味。何々している時はちょうど何かをしている間を表します。何かをしているその瞬間やその時間について話すときに使います。例えば、食べているときは、今食べているその間という意味です。使い方。動詞のている形と時を組み合わせて使います。例、遊んでいるとき、読んでいるとき。例文、友達と遊んでいるときが楽しい。友達と遊んでいる、その間が楽しいという意味です。一番何々。一番何々は、たくさんある中で、最も何々だという意味です。一番高い、一番楽しい、一番好きなど、複数の中で何かが一番すごい時に使います。例えば、このケーキが一番美味しいですは、たくさんの美味しいケーキの中で、これが最も美味しい
という意味です。使い方。1番、足す形容詞または形容動詞で使います。例、一番高いビル、一番好き。例文、このゲームが一番楽しいです。たくさんのゲームがあるけど、これが一番楽しいという意味です。あなたの文を作ってみよう。あなたは何をしている時が一番楽しいですか？何々している時と一番を使って自分の文を作ってみましょう。文ができたらコメント欄に書いてくださいね。私が添削しますよ。ちなみに私の文はチョコレートを食べている時が一番幸せなんだよ。です。チョコ大好きなんです。へへ。それでは次のセリフに行きましょう。ザイン。思いってのは言葉にしないと伝わらないんだぜ。文の説明。何々ってのは意味。何々ってのは何々というものはという意味で特定の言葉や概念を取り上げて説明や強調をするときに使います。カジュアルな会話表現で特に男性が使うことが多いです。女性が使う場合は何々というのはとすると良いでしょう。使い方。何々ってのはの何々には説明したい言葉や概念が入ります。この表現を使うことで話し手がその言葉について説明を始めるニュアンスが出ます。例文。魔法ってのは本当に難しいものだ。魔法というものは本当に習得が難しいという意味です。夢ってのは簡単には叶わないものだ。夢というものは簡単には実現しないものだという意味です。何々しないと何々ない。意味。何々しないと何々ないは何々をしなければ何々ができないという条件を表します。何かをしないと結果が達成されないという意味です。使い方。何々しないと何々ないの形で、しないとが条件、何々ないがその結果になります。後半の何々ないによって目的が実現しないことを表現します。例文。ご飯を食べないと力が出ないよ。ご飯を食べなければ元気が出ないという意味です。外に出ないと新しい友達はできないよ。外に出なければ新しい友達はできないという意味です。補足、だぜについて、だぜのだはですのカジュアルな形です。だはカジュアルで直接的な表現で親しい友人や家族、同年代の仲間などに使われます。特に男性が多く使い、事実や自分の意見を強調する表現になります。
例、頑張った者は皆戦士だ。愛禅。です。ですは丁寧語で、初対面の相手や目上の人、ビジネスの場などで使われ、性別に関係なく広く使われます。だに比べて柔らかく控えめな印象を与える表現です。例、私は多彩なので足止めだけは得意なのです。メトーデ。ポイント。カジュアルな場面や親しい相手にはだを使い、丁寧な場面やフォーマルな場面ではですを使います。ぜはカジュアルで男性的な強調表現で、自信や親しみを込めたいときに適した修助詞です。あなたの文を作ってみよう。この文は誰かにアドバイスをしたいときなどに使えます。自分の考えや経験を込めた文を作ってみましょう。あなたの作った文をコメント欄に書いてくだされば、私が添削するぜ。ちなみに私の文は、努力ってのは続けないと結果にならないんだぜ、です。次は、シュタルクのセリフです。だから俺はよ、師匠の代わりに、くだらなくて楽しい旅をたくさん経験して、土産話をたっぷりと持って帰らないとダメなんだ。文の説明。何々の代わりに。意味。何々の代わりには、何々に代わって、何々の役割を引き継ぐという意味で、ある人や物の代わりとして何かをする、または何かが行われることを表します。このセリフでは、師匠の代わりにという形で、シュタルクが師匠の代わりとして楽しい旅を経験するという意味になっています。使い方。名詞や代名詞の後に何々の代わりにをつけて使います。例文。母の代わりに料理を作った。母の代わりとして自分が料理を作ったという意味です。友達の代わりに発表をした。友達に代わって自分が発表をしたという意味です。何々ないとダメなんだ。何々ないとダメなんだは、何々をしなければならないという意味で、話し手が必ず何々する必要があると感じていることを伝えます。やるべきこと、または義務感を強調する表現です。このセリフでは、持って帰らないとダメなんだの形で、持って帰らなければならないという意味を表しています。使い方。動詞の否定形。何々ないと、とを組み合わせ、何々ないとダメだで、何々をしないといけないという意味になります。ダメという言葉をいけないやならないに言い換えることもできます。例文。
早く起きないとダメだよ。早く起きなければいけないという意味です。宿題をしないとダメだ。宿題をしなければならないという意味です。補足、よ。だから俺はよのよは、だから俺はに修助詞のよがついたものです。このよは話し手が自分の気持ちや意見を強調したり、親しみを込めて伝えるために使われます。特にカジュアルな場面で使われ、聞き手に自分の思いをしっかり伝えたいというニュアンスを加えます。どちらかというと男性が使う修助詞です。あなたの文を作ってみよう。代わりに、や、ダメなんだのどちらか片方を使った文でも OK です。できた文はコメント欄に書いてみてくださいね。私が添削しますよ。ちなみに私の文は、だから私は数字が苦手な兄の代わりにたくさん経理の勉強をして兄の授業を支えてあげないとダメなんだです。それでは次はフェルンのセリフを見てみましょう。私のお気に入りのセリフの一つです。過去なんて関係ありません。私の見てきた戦士シュタルクは一度たりとも逃げ出していません。文の説明。何々なんて。意味。何々なんては、何々のようなものや何々なんかはという意味で、特定の事柄を軽視したり、否定的な感情を表すときに使います。このセリフでは、過去なんて関係ありませんという形で、過去は重要ではないという意味を強調しています。使い方。名詞や動詞の普通形になんてをつけて軽く見ている感じや否定的な気持ちを伝えることができます。例文。魔法史の勉強なんて面白くない。魔法の歴史の勉強は面白くないという形詞のニュアンスです。お金なんていらない。お金は必要ないという強調の意味。泣くなんて君らしくない。泣くことは君には似合わないというニュアンスです。一度たりとも何々ない。意味。一度たりとも何々ないは、たった一回も何々しない。一度も何々ないという強い否定を表します。一度たりともは、一度もよりも強い表現で、全くその行動がなかったことを強調するときに使います。使い方。一度たりともの後に動詞の内形をつけて、その行動を全くしていないことを表します。例文。彼は一度たりとも約束を破ったことがない。彼は全く約束を破ったことがないという強調の意味です。私は一度たりとも遅刻をしたことがありません。全く遅刻をしたことがないという意味です。ちなみに私は時々遅刻をします。
その先生は一度たりとも授業を休んだことがない。その先生は全く授業を休んだことがないという意味です。熱心な先生ですね。あなたの文を作ってみよう。この文は相手への信頼や励ましを表すときに使えます。ちょっと難しいかもしれませんが、主語を変えるだけでも良いので、作文に挑戦してみてくださいね。コメント欄にあなたの作った文を書いていただければ、私が添削しますよ。ちなみに私の文は、経歴なんて関係ありません。私の見てきたあなたは、一度たりとも努力を怠っていません。です。早々のフリーレン、タイトルの意味。英語版のフリーレンのタイトルが Freeran Beyond Journey's End と知ったときはがっかりしました。だって一番大切な部分が翻訳されていないんですから。そこで最後に早々のフリーレンのタイトルの意味を説明したいと思います。早々とは、早々には死者を葬り見送るという意味があります。まず、祖という漢字には、遺体や遺骨をお墓に納める、つまり埋葬するという意味があります。また、葬という漢字には、送る、届ける、移動するといった意味があり、この二つが組み合わさって、死者を見送ることを表す言葉になっています。早々のフリーレン、その名前の由来が明らかになるのがアニメの第8話のリュグナーのセリフです。歴史上で最も多くの魔族を葬り去った魔法使い、早々のフリーレン、私の嫌いな天才だ。文の説明。最も何々。最も何々は先ほど説明した一番何々と同じようにたくさんの中で一番何々だという意味です。つまり歴史上で一番多くの魔族を葬り去ったという意味で早々のフリーレンというタイトルがついているのです。また、それと同時にフリーレンは長命ゆえに親しい者の死を見送ることが多く、早々とタイトルがついているという説もあります。こちらの説については、これから明らかになっていくことでしょう。皆さんの国では、フリーレンのタイトルはどのように翻訳されていますか？よければコメント欄で教えてください。大切な早々のが訳されているといいのですが、それからアニメの第2期も制作が決定しましたね。楽しみです。早々のフリーレンの人気のセリフを使って日本語を勉強するこのビデオ、楽しんでいただけましたでしょうか？ぜひキャラクターになりきってセリフを音読してみてくださいね。あなたが楽しく日本語を勉強する助けになっていたらとても嬉しいです。今日も最後までビデオを見てくださりありがとうございます。数ある言語の中から日本語を勉強してくれてありがとう。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。ぜひチャンネル登録をして
繰り返し練習してくださいね。涙の別れなんて僕たちには似合わない。また会った時に恥ずかしいからね。ヒンメル。では次のビデオでお会いしましょう。またね。